か。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今日は冒頭にライブの告知を入れたいと思います。来月の7月9日日曜日に東京の赤坂カンティーナさんというライブハウスでライブに出演いたします。コロナ禍もあったので何年ぶりのライブイベントだろうかという感じなんですけれども、今回は北海道時代の音楽仲間にお誘いをいただいたんですね。ちょうど私が大学在学中に始まった百花繚乱アコースティックナイトというライブイベントがありまして、こちらは北海道の網走市在住のシンガーソングライターの湊さんが中心にされているイベントなんですが、私も大学生の頃に何度か出演させていただいたことがあるんですね。そして今年なんとこの百花繚乱アコースティックナイトが15周年を迎えるということで、その記念に関東でもライブを開催するということで、湊さんから風花ちゃん出演しませんかということでお声かけをいただきまして、はい行きますということで参加することにいたしました。本当に一つのイベントが15年続くってすごいことですよね。この15年の間、私は音楽から離れていた時期もあったんですが、またこうして当時の音楽仲間さんたちと一緒にライブをできる時が巡ってきたっていうのもね、なんか人生のエモさを感じてしまいますね。というわけで久しぶりにライブハウスで歌いますので、もし東京でお近くの方いらっしゃいましたらぜひ遊びに来てください。7月9日日曜日赤坂カンティーナさんで1時半会場2時開演です。で、持ち時間が30分ずつのブッキング形式のライブイベントになっております。チケットは2000円でワンドリンクがついてくるというシステムですね。で、当日はインスタでライブ配信をしようと思っているので、遠方の方はぜひインスタライブの方をご覧ください。で、この日は韓国バラードのカバーと久しぶりに自分のオリジナル曲も歌おうと思っていて、今音源を準備しているところでございます。さて、6月の最終週はハン・ドングンさんの代表曲でチュッカとしても人気のある名曲クデラヌンサチ、君という贅沢という曲をカバーします。こちら英語では Amazing You というタイトルがついている曲ですね。ハン・ドングンさんは去年の3月に이 소설의 끝을 다시 써보려 해、この小説の終わりを書き直そうとするという曲をカバーして紹介したことがあるんですが、時間も経っていますので簡単にどんな歌手なのかということを説明します。ハン・ドングンさんは1993年生まれの現在30歳でいらっしゃいます。2012年にオーディション番組偉大な誕生のシーズン3で優勝して、2014年にこの小説の終わりを書き直そうとするという曲でデビューします。この曲は本当にすごくいい曲なんですけれども、意外にもデビュー当初はそこまで注目されなかったようなんですね。転機になったのは2016年の覆面歌王やデュエット歌謡祭への出演でして、この時の名シーンについては去年3月の放送で詳しく語っておりますので、興味のある方はぜひそちらも聞いてみてください。で、この2016年頃のテレビ出演での歌唱が話題になって、発売から2年経っていたデビュー曲この小説の終わりを書き直そうとするという曲が再評価されて、音楽チャートを逆走して1位を獲得したという記録をお持ちです。そしてちょうどこのデビュー曲が逆走して1位を獲得していた頃に発表されたのが今日カバーする曲クデラヌンサチ、君という贅沢という曲です。この曲も2016年の発表ということですね。当時大ヒット中の歌手の新曲ということで、この曲も発表されてすぐに音楽チャート10位以内にランクインして成功を収めたという曲です。
こちらの曲はハン・ドングンさんの所属事務所ブランニューミュージックのプロデュースチームが作成した曲なんですが、本当にハン・ドングンさんの見せ方が分かっているというか、彼のボーカルの特徴がとても生きている曲で、プロの作曲家かつプロデュース集団の底力を感じるような一曲ですね。一つの曲ができるまでには様々な過程があって、歌手の歌唱というのはもちろん超重要な要素ではあるんですが、作詞や作曲、そしてプロデュースなど、いわゆる裏方の部分の下支えがあってこそ歌手の魅力が最大限に生かされて名曲が生まれていくということでですね、私はどういう過程で作られた曲なのかっていう部分にもちょっと注目したくなってしまうんですよね。ハン・ドングンさんは胸の厚みがあってですね、口もすっごく大きいんですね。で、体格ががっしりしている方なので、とても豊かな響きをお持ちの歌手です。特に中低音域、どっしりとした響きから、叫びに近いような爆発的な高音まで、とにかく体も良くなる歌手なんですね。で、今日カバーする曲も音域が2オクターブ超えているんですけれども、こういったランジの広いバラード曲っていうのは非常に合う歌手の一人だと思います。では続いて今日歌う曲の歌詞の内容紹介に入っていきます。歌詞の内容は、君という存在そのものが自分にとって贅沢なんだよと、二人が出会えたことの幸せをかみしめているような内容なので、まさに結婚式で歌うチュッカとしてふさわしい一曲です。では A メロから順に歌詞を紹介します。그림같은집이、絵に描いたような家が뭐별거겠어요、大したことはないでしょう。어느것이든그대가있다면、どんな場所でも君がいたら그게그림이죠、それが絵でしょうという歌詞から始まります。뭐별거겠어요っていうのは大したことないでしょうというふうに訳したんですけれども、それがどうしたのみたいな、それが何だって言うのさみたいなニュアンスが含まれている表現ですね。で、この曲の A メロで何度も何度も出てくる表現なんですよ。毎回、そんな幸せの象徴みたいなものが手に入らなくても、僕は君さえいれば十分なんだよっていうメッセージが込められています。この表現に注目して聞いてみてください。そして続いて B メロの歌詞に行くんですけれども、ここの部分の歌詞がちょっと直訳だと意味が理解しづらいので、少し解説を加えながら紹介していきます。B メロの最初の部分ですね。나 그대가 있지만、僕には君がいるけれど、힘든세상이 아니라、辛い世界ではなくてという表現から始まって、直訳だとこうなるんですが、君がいるけれど辛い世界ではないって言ったらちょっとなんか意味がおかしいですよね。じゃあいない方がいいのみたいな感じで私も少し混乱したんですけれども、ここでの그대가 있지만というのは、君がいるけれどっていう直訳ではなくて、君さえいてくれればっていうようなニュアンスが含まれているそうなんですね。なのでちょっと意訳を加えてみますと、나 그대가 있지만、僕は君さえいれば、힘든세상이 아니라、辛い世界ではなくてというニュアンスですね。そして続きの部分です。힘든세상이지만、辛い世界だけれど、곁에 그대가 있음을 깨닫고、そばに君がいることを悟って、と감사해요、また感謝します。と기도해요、そして願います。내 곁에서 변치 않고、僕のそばで変わることなく、영원하길 기도드리죠、永遠に続くように願いますという歌詞なんですね。続いてサビの部分に行きます。무려 우리 함께 눈뜨는 아침과、なんと僕らが一緒に目を覚ます朝と、매일 그댈 만나 돌아오는 집 앞、毎日君に会いに帰ってくる家の前で、나만의 그대、僕だけの君、나의 그대、僕の君、내겐 사치라는 걸、僕には贅沢なことを、
과분한 입맞춤의もったいないくらいのキスによって잠이 드는 일眠りにつく日그래 샀지そうさ贅沢그댄 샀지君は贅沢내겐 샀지僕には贅沢という歌詞なんですね。では曲を聴いてみてください。ハンドングンさんの君という贅沢 Amazing You という曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとカホンとシンセサイザーの音が入っています。最初はピアノ1本で作ったんですけれども、ブリッジの部分がねかなり高音が入って盛り上がってきますので、ビートがあった方がいいなと思ってカホンを入れて、でカホンが入るともうちょっと音の厚みが欲しいなと思ってシンセサイザーを追加してという感じで、だんだんトラックが増えていきましたね。音域が広くてパワーも必要な楽曲ですので、結構練習は大変だったんですが、実はこの曲は去年からカバーしてみたいと思っていた曲なので、今回挑戦してみました。ちなみに私はこの曲でサッチ贅沢という単語を覚えたんですが、意外とこれが高級の単語帳っていうんですけど、韓国語では上級のことを高級って言うんですけれども、この高級単語帳にサッチ贅沢っていうのが出てきたので、韓国語学習者の方はぜひ覚えてみてください。で、私みたいにバラードを歌っていると感情表現に関する単語だけやたらと詳しくなったりするんですよね。で、トピックの読解問題でも下線が引いてあって、この部分の筆者の感情を表す言葉はどれでしょうかみたいな問題があって、でそうするとバラードで勉強してた感情表現の単語が結構出てくるんですよね。悔しいとかね、もったいないとか残念だとかね。で意外なところで知識がつながっていくのがね、結構勉強の面白いところかななんて思ったりもしております。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。